ご視聴いただいている皆様こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、非常にシンプルなハード系のリュスティックをベースに、それにオリーブを入れ込んだオリーブリュスティックを作りました。このパンですね、好き嫌いは分かれるんですけども、好きな方はめちゃくちゃ好きなパンだと思います。この焼いてる時のオリーブの匂い、そして食べた時のオリーブの甘み、そして少し酸味がある感じ、プラスパンの香ばしさ、特にこのクラストがね最高なんですよね。このパリッとして薄いクラスト、そして中はもっちり、その中にあるオリーブ、もうね間違いないパンだと思いますので、ぜひですね皆様も作ってほしいなと思います。そしてこのレシピをですね、いつも私が紹介しているこねないで混ぜるだけプラス冷蔵の長時間発酵をとっておりますので、ほったらかし発酵でできる生地になります。そして翌日分割するだけで簡単な作り方になりますので、ぜひですねトライしてみてください。ではですね、まず工程の動画をご用意しておりますので、そちらをご覧ください。どうぞ。I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. For you. What is best for you. For you.
もうねこの焼いてる時のオリーブの匂いがね半端ないんですよね。もうね我慢できないんで早速いただきたいと思います。いただきます。やば、熱い。うまっうまっ。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。オリーブね、このオリーブをねたっぷり入れるのがポイントなんです。そしてこの焼いてる時にねオリーブの香りが部屋にねこう充満するんですけど、その匂いがもう最高なんですよね。ではね早速焼けたパンを見ていきたいと思います。こちらがですね焼けたパンになるんですけども、もうこの武骨な感じいつもながら最高にかっこいいですよね。そしてこのクラストの匂い、この香ばしさ、そしてこのオリーブのちょっとした酸味プラス甘み、もう最高ですよね。これぞね素材を味わうパンっていう感じですよね。ではね早速食べていきたいと思います。いただきます。こちらがですね断面になるんですけど、分かりますか？この出ましたこのね美しい気泡、この縦盛りした感じ、もう最高じゃないですか。そしてこの触った感じのこのみずみずしさ、伝わりますか？画面越しでもうこの手に吸い付くような感じ、そしてこの薄いクラスト、最高ですよこれ。いただきます。このオリーブねうまいわ。ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。本日はリュスティックにオリーブを混ぜ込みました。本日混ぜ込んだオリーブはですねグリーンオリーブとブラックオリーブです。グリーンオリーブは癖がなくて非常に食べやすいオリーブで、ブラックオリーブはコクそして癖がですねあるザ・オリーブっていうオリーブです。この2つを入れることによって一定の味じゃなくて味にこうメリハリをつけることができるんですね。ですのでオリーブをこう楽しめるようなパンにしております。そして本日ですね混ぜ込んだオリーブは1個丸々ではなくてスライスオリーブを使っております。これによって生地にしっかりオリーブが点在するんですね。かつ1個の丸々オリーブを食べてしまうと生地がねやっぱりオリーブに負けてしまうんですよ。でやっぱりパンっていうのはパン生地と食材の調和だと思うので、しっかりパンの味も味わわないといけないと思うんですね。ですので1個ではなくてスライスで入れてます。そうすることによってパンの香ばしさとか甘みっていうのを味わいながらオリーブの塩味だったり酸味っていうのを味わうことができる、イコール調和ですよね。これが大切だと思います。そして点在させることによって食べた時にしっかりオリーブが当たる。1個だと重量的にはしっかり入ってても当たるところと当たらないところがあるんですね。それも一つメリハリではあるんですけれども、ある程度食べた時にしっかりオリーブが当たるプラスブラックオリーブを味わうところとグリーンオリーブを味わうところで波ができるので、それは食べてる時に非常に面白くなりますよね。そういった経緯でですね今回はこういった作り方をいたしました。作り方にはですね全部理由がありますので、皆さんも作られる際はこういう風にしようとか考えながらね作ってみると面白いのではないでしょうか。それにしてもねこのリュスティックのこのねクラムのこのなんていうか断面めちゃめちゃかっこいいですよね。この薄くね膜張ったこのグルテンの膜のところにねこうガスを抱える感じ、そしてこのねしっとりしたこのなんていうみずみずしさ、もう最高なんですよね。もうリュスティック大好きなんですよ。ということでですね最後少しお話がずれてしまったんですけれども、このね美味しいパンぜひ作ってほしいなと思います。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてですね私 Twitter と Instagram もやってますのでぜひフォローをよろしくお願いいたします。ではですねまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。